エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は新型 iPad と iPad Air を比較します。今回の iPad は価格が安いのに高性能だったり、iPad Air は見た目も性能もプロ並みにパワーアップしているのですごい欲しいと思った人も多いと思います。ただ、ストレージ容量が少ないままだったり、いくつか気になるところもあったので、iPad と iPad Air を比較しながら、普通の iPad を買った方がいい人、iPad Air を買った方がいい人をなるべく分かりやすく解説したいと思います。それでは行ってみましょう。エモエモ。まず見た目ですが iPad Air のデザインがリニューアルされて iPad Pro 11インチとほぼ同じ見た目になりました。ただ Pro についている顔認証は省かれていて、代わりに指紋認証が電源ボタンのところについています。 iPad の方は前と全く同じデザインで、こちらはホームボタンに指紋認証がついています。 iPad Pro の顔認証は画面に顔を向けるだけでロック解除できて便利なのですが、最近は外出する時にマスクをつけることが多いので、お外でよく iPad を使う人は指紋認証の iPad や iPad Air の方が便利かもしれません。そして個人的に嬉しいのが iPad Air が Pro とほぼ同じデザインになったことで、プロ用の Apple Pencil 第2世代やマジックキーボードが使えるところです。 Apple Pencil 第2世代はペンを本体にくっつけるだけで充電できたり、マジックキーボードも打ち心地がすごくいいので、この2つを使いたい人は iPad Air の方を選ぶといいかなと思います。普通の iPad は第1世代の Apple Pencil しか使えなくて、ペンの充電が少し面倒ですが、書き心地は第2世代の Apple Pencil とほぼ同じで価格も安いので、少しでも安く iPad でお絵描きしたい人は普通の iPad と Apple Pencil 第1世代の組み合わせでも大丈夫だと思います。去年までは iPad も iPad Air もほぼ同じ見た目だったので、どちらを買うか決めにくかったですが、今回は見た目が全然違うので、単純にデザインの好みや使いたい周辺機器で決めてもいいと思います。エモエモ。次は中身の性能 CPU についてですが、 iPad の CPU が A12 で iPad Air が A14 になります。 CPU は iPad の処理や演算をするパーツで、この数字が大きいほどいろんなアプリが快適に動きます。例えば iPad Air の CPU は最新の A14 ですごく高性能なので、お絵描きアプリでレイヤーをたくさん使ったり、処理の重たい 4K の動画編集、3D ゲームもサクサク快適に動くと思います。普通の iPad の CPU は2年前の A12 なので iPad Air よりも性能が低かったり、 iPadOS のアップデートが2年ほど早く打ち切られると思いますが、 A12 シリーズは最新の iPad mini や iPad Pro にも使われていて十分高性能なので、こちらもほとんどのアプリが快適に動くと思います。なので初めて iPad を使う人はどちらを選んでも特に不満に思うことはないかなと思います。 iPadOS は毎年新しいのが出ていろいろな便利機能が追加されるのですが、 iPadOS は CPU が出てからだいたい 5,6 年でアップデートできなくなるので、2年前の A12 が使われている iPad はあと4年前後で iPadOS がアップデートできなくなる可能性があります。ただ iPad は何年も使っているとバッテリーの持ちが悪くなったり、アプリの動きが遅くなって結局4年前後で買い替える人が多いと思うので、 iPad の買い替えサイクルを考えるとどちらを買っても大丈夫なのかなと思います。エモエモ。次に画面の性能を見てみます。 iPad Air は画面の性能が上位機種の iPad Pro とほぼ同じで、公式域で発色がすごく綺麗だったり、フルラミネーションで示唆がほとんどないので、プロのクリエイターさんが使うパソコンの液タブ並みの品質ですごくお絵描きしやすいと思います。普通の iPad は価格が安い分、そのあたりが大幅にコストカットされているので、 iPad でお絵描きや動画編集などクリエイティブな作業をしたい人は画面が綺麗な iPad Air を選ぶといいと思います。ただ普通の iPad の画面も十分綺麗なので、お店で見比べて気にならなければ画面の性能の違いはそこまで気にしなくてもいいと思います。できるだけ安い方がいいけど画面の性能にもこだわりたい人は、新型が出て安くなった iPad Air 2019年モデルや iPad Pro 2018年モデルも個人的におすすめです。 CPU が新型 iPad と同じ A12 シリーズで、どち
ちらも画面の性能が高いので、状態のいい中古や整備済み品が安く売られていたら、新型 iPad の代わりに iPad Air 2019年モデルや iPad Pro 2018年モデルを選んでもいいと思います。最後にストレージと価格を比べてみます。ストレージは iPad のデータを保存するところで、この数字が大きいほどたくさんのアプリや写真を入れられるのですが、どちらも前回のモデルと一緒で iPad が 32GB から iPad Air が 64GB からとやや少なめになっています。この点はちょっと残念です。特に最近のゲームアプリや動画は映像が綺麗でストレージをたくさん使うので、ゲームをたくさん遊びたい人や動画編集をしたい人は32GB や 64GB だとすぐに容量不足になってしまうと思います。私が動画編集に使っている iPad Pro はストレージが 80GB くらい使われているので、 iPad で動画編集などいろいろやりたい人は iPad128GB や iPad Air 256GB の方を選ぶといいと思います。ただ iPad Air 256GB はほとんどの人がストレージを使い切れない気がするのと、価格が上位機種の iPad Pro とほとんど同じになってしまうので、それならもうすぐ出るらしい新型 iPad Pro の方を待っていてもいいかもしれません。今回初めて iPad を使う人やゲームをそんなに遊ばない人は、使わないアプリをちゃんと消すようにしたり、このような外付けストレージにいらないデータを移しながら使えば、価格が安い iPad32GB や iPad Air 64GB でもすぐに容量不足になることはないと思うので、自分の使い方や予算に合ったものを選んでみてください。アプリがどのくらいストレージを使うかは iPhone の設定アプリ一般 iPhone ストレージで確認できるので、 iPhone で使っているアプリを iPad でも使いたい人は、この画面で使いたいアプリの容量を確認してストレージを選ぶ時の参考にしてみてください。ということで今回は新型 iPad と iPad Air を比較してみました。 SNS や動画の視聴がメインでゲームをあまりやらない人は、価格の安い iPad、お絵かきや動画編集などをバリバリやりたい人は、最新の CPU で画面が綺麗な新型 iPad Air を選ぶといいかなと思います。今回の新型 iPad と iPad Air はどちらも高性能なので、初めて iPad を買う人はどちらを買っても満足できると思います。よかったら参考にしてみてください。このチャンネルでは iPad の便利な使い方やお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという方は、チャンネル登録と高評価を押してもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。